はこんにちは、セリナです。今回は4月4日先行発売、5月19日全国発売のルナソルサマーコレクション2023パラダイスラグーンよりアイカラーレーションの限定色 EX30 番のマーメイドラプソディと EX31 番のアクアリフレクション、フラッシュクリエイターの限定色 EX10 番のピンクアビスと EX11 番のスターフィッシュ、そしてデューイベアブラッシュの限定色 EX01 番のプリコットネクターと EX05 番のピンクレモネードをご紹介していきます。今回の限定アイカラーレーションは2色ともものすごく夏らしい配色で可愛いですよね。ただ少し配色が難しそうなパレットに感じるという方も多いと思いますので、今回も1色ずつの単色塗りをお見せした後にコレクションを使ったメイクルックを2パターンご紹介していきます。こちらのチャンネルでは他にも新作のコスメを中心にご紹介しておりますので、気になった方はぜひチャンネル登録して動画もチェックしていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。パラダイスラグーン、みずみずしい海が奏でるメロディー、夢のような色とりどりの楽園、眩しくきらめく世界に魅せられて。ご紹介していくのはこちら、アイカラーレーションの限定色 EX30 番のマーメイドラプソディと EX31 番のアクアリフレクション。カラフルな熱帯魚の群れ、水面に映るサンゴ礁、海の中のファンタジックな楽園を彩るように、透けるような色と濡れたような輝きがみずみずしく透明感あふれる目元を演出する4色セットアイシャドウ。まばゆい光で眼差しを彩って、色と輝きが高らかにハーモニーを奏でる海へ。EX30 番は光が織りなす彩りのハーモニーでファンタジックな印象のマーメイドラプソディ。EX31 番は海中に降り注ぐ光のようにみずみずしく透明感あふれるアクアリフレクション。続いてこちらも数量限定、フラッシュクリエイターの EX10 番ピンクアビスと EX11 番スターフィッシュ。深みのある鮮やかな影で華やかに見せながら目元の印象を引き締めて、見たままの色が密着してしなやかな膜を形成、鮮烈な眼差しを演出するリクイドアイライナー。アクセントとして目尻に添えてもまつげを彩ってもビビッドな存在感。 EX10 番は鮮やかなピンクに落ち着いた印象をプラスしたピンクアビス。 EX11 番は影色の中に鮮やかなレッドが垣間見えるスターフィッシュ。最後はこちら、デューイベアブラッシュの限定色 EX04 番のアプリコットネクターと EX05 番のピンクレモネード。素肌に夏らしくみずみずしい表情を。スキンケアオイルのように滑らかに肌になじむオイルベースで、濡れたようにフレッシュなツヤと自然な立体感を演出するリクイドチーク。彩度が高く透明感あふれるカラーで明るくヘルシーなツヤ肌に仕上げて。EX04 番はピンクパールを潜ませた柔らかな血色感がにじむアプリコットネクター。EX05 番はルーセントなパールが爽やかな印象を引き立てるピンクレモネード。それではアイカラーレーションの限定色 EX30 番のマーメイドラプソディから1色ずつ単色塗りでカラーを見ていきたいと思います。まずこちら A のカラー、
夏の日差しに照らされた水面が眩しく入れるような輝きを与えるカラー。A のカラーはパレット上で見るとかなり高発色のイエローカラーなのかなと思っていましたが、手元で見ると透け感があって明るいイエローのニュアンスがつく程度だったので、すごく可愛いなと思いました。まぶたの上に乗せてもこんな感じで、ベースのイエローはとてもナチュラルなのでかなり使いやすいと思います。はい、まず1色目 A のカラーはこんな感じです。指でなんとかしっかりと重ねましたが、ベースのカラーはとてもシアーなので、イエローカラーがまぶたにべったりとついてしまうということもなく、イエローというよりも少し明るめのゴールドのニュアンスがつく程度です。そしてシルバーのラメも感じられるので、夏らしさの中にも程よい透明感があるところがすごく可愛いと思います。続いて B のカラー。グリーンの光ニュアンスをまとうカラー。B のカラーもこんな感じで、反対に塗っている A と同様、かなり発色はシアーです。はい、B のカラーはこんな感じです。パレット上で見るとこちらのカラーなので、明るめのブルーグリーンのようなカラーなのかなと思いましたが、カラー説明にグリーンの光ニュアンスをまとうカラーと書いてあるだけあって、実際にまぶたの上に乗せてみるとグリーンのニュアンスを強く感じました。夏らしいカラーで素敵ですね。 A のカラーと B のカラーそれぞれ引きで見るとこんな感じです。続いて C のカラー。パープルから覗くブルーグリーンの光が幻想的に揺らめくカラー。C も先ほどの2色と同様シアーですが、少し粉質がしっとりとしている感じがするので、まぶたに綺麗にアイシャドウがフィットしてくれます。EX30 番は全体的に明るめのトーンのカラーが多いですね。はい、C のカラーはこんな感じです。カラー説明にパープルからグリーンの光が覗くカラーと記載がありましたが、実際にまぶたの上に乗せてみると、少しピンク寄りの柔らかいパープルのベースにグリーンの微細なラメがキラッと輝いて、このグリーンのラメが透明感の中に夏らしさを引き出してくれています。ヘルシーというよりも涼しげな夏らしさがあってとても可愛いです。そして最後 D のカラー。お楽しみの良いパールで立体感を与えるカラー。A から C のカラーはパールによる艶めきやラメのきらめきがしっかりと感じられるカラーでしたが、 D はこんな感じでパール感はナチュラルでカラーがしっかりとつくようなタイプです。はい、 D のカラーはこんな感じです。パレットで見る感じ、明るめのオレンジブラウンのようなカラーなのかなと思っていましたが、実際にまぶたの上に乗せてみるとオレンジニュアンスの強いピンクオレンジのようなカラーで、こちらも夏らしくてとても可愛いです。今回のパレットの他のカラーと比較するとパール感は抑えめですが、それでも程よい艶めきは感じられるので、これ一色で使っても立体感もありつつ締め色にも使えそうなカラーだなと思います。 C と D それぞれ引きで見るとこんな感じです。はい、アイカラーレーション EX30 番。1色ずつ単色塗りでカラーを見るとこんな感じでした。パープルやオレンジなど反対色で構成されているので、一見使い方が難しそうに感じる配色ですが、全体的に発色がシアーなのと、パールやラメが効いているカラーなので、とても使いやすそうだなと感じたのと、どのカラーも明るくて夏らしさの中に透明感も感じるような色出しだったので、4色組み合わせてもとても可愛いメイクが仕上がるんじゃないかなと思いました。続いて EX31 番のアクアリフレクションを1色ずつ3色塗りで見ていきます。まず A のカラーは海中に降り注ぐ光のような透明感と奥行きのある輝きを与えるカラー。肌なじみのいいピンクブラウンのようなカラーのベースにブルーの
ラメがキラキラと輝いてとても可愛いです。はい、A のカラーはこんな感じです。顔を動かすとこんな感じで立体感を作ってくれるようなパールのきらめきがよりわかりやすいと思います。華やかなカラーですが、どこか繊細で透明感も感じられます。今回のサマーコレクションは透明感を感じるようなカラーが多いですね。続いて B はピンクを帯びたベージュが肌との境目を艶やかに整えるカラー。B はこんな感じで軽いですが少ししっとりとしている粉質で、発色自体はナチュラルだけどカラーはしっかりとまぶたにフィットするようなイメージです。かなり肌なじみのいいカラーですね。はい、B のカラーはこんな感じです。かなり肌なじみのいいベージュカラーですが、カラー説明の通り少しピンクのニュアンスも感じることができました。ベースのカラーとしてまぶたを整えるのにも使いやすそうです。A のカラーと B のカラー、それぞれ引きで見るとこんな感じです。続いて C は淡くシアーなアクアブルーで涼やかに彩るカラー。こちらはパレットの見た目通りの少しくすみ感もある深みのあるブルーカラーですね。少しグレイッシュなカラーなので透明感もありつつ大人っぽい印象に見えます。はい、C のカラーはこんな感じです。くすみ感の強いグレイッシュなブルーで一気に涼しげな目元に見せてくれます。パールやラメ感は意外と控えめですが、シルバーの微細なラメがちらっと輝く感じも上品でとても素敵です。そして最後 D は肌なじみの良いパールで艶やかに深みを与えるカラー。こちらのカラーは先ほどの EX30 番の D のカラーと同様、パールやラメは控えめでカラーがしっかりとつくタイプです。このパレットのシメ色にぴったりな少しピンクニュアンスを感じるモーブブラウンという感じのカラーです。はい、D のカラーはこんな感じです。こちらも程よいパールの立体感を感じられるので、シメ色としても単色としても使いやすそうです。まぶたの上に何度か重ねていくと、柔らかいピンクとパープルのニュアンスが出てきました。カラーメイクのシメ色にも、ベーシックなメイクのシメ色にも使いやすそうです。C と D のカラー、それぞれ引きで見るとこんな感じです。はい、EX31 番のアクアリフレクションは単色で見るとこんな感じでした。実際にパレットを見るまではもう少し夏らしい明るいブルー系のパレットなのかなと思っていましたが、グレイッシュなブルーだったりモーブブラウンのカラーだったり、すごく大人っぽくて上品なパレットだなと思いました。涼しげな大人のカラーメイクにぴったりだと思います。では続いてフラッシュクリエイターの限定色 EX10 番のピンクアビスと EX11 番のスターフィッシュをご紹介していきます。まずこちら側に EX10 番を塗ってみます。こちらのリキッドアイライナーはこんな感じで、液がかなりみずみずしくてブラシにしっかりと液がついてきてしまうので、必ずブラシについている液の量を調整してから塗っていく方が使いやすいと思います。カラーが見えやすいように黒目の中心あたりから塗っていきますね。こんな感じでかなりみずみずしいタイプの液なので、ブラシについている量を調整するとすごく描きやすくなると思います。はい、EX10 番はこんな感じです。手元で見た時は明るくて華やかなパープルピンクのようなカラーだと思いましたが、ブランドカラーの説明に深みのある鮮やかな影という記載があった通り、カラー自体は鮮やかですが、そこまで浮く感じではなくて、ちゃんとアイライナーとしての影をつける役割もしてくれているところがすごくいいなと思いました。
先ほどご紹介した同時発売の限定アイシャドウはシアーなイメージだったので、こちらのアイライナーで引き締めるというのもすごく素敵だと思います。続いて反対側に EX11 番塗っていきます。EX11 は影色の中に鮮やかなレッドが垣間見えるというカラーで、手元で見た時よりもまぶたの上にのせた方がレッド感が強く感じます。はい、EX11 はこんな感じです。手元で見た時よりもさらにレッドのニュアンスが強くて、EX10 番よりもかなり鮮やかな印象でした。こちらのカラーはフルラインで引くというよりもポイントで使ってあげるとより可愛いかなと思いました。EX10 番と EX11 番比較するとこんな感じです。どちらもラメやパールは入っていないカラーなので、アイシャドウのラメ感やパール感を邪魔することなく程よい影をつけてくれるカラーだと思います。続いてデューイベアブラッシュの限定色 EX04 番のアプリコットネクターと EX05 番のピンクレモネードをご紹介していきます。まずこちら側に EX04 番を塗っていきます。スキンケアオイルのようなみずみずしい質感なので、必ずよく振ってから使用してくださいとのことでした。そしてこちらもかなりみずみずしいので、一度手の甲に出してから指に取ったものを頬にトントンとなじませて塗っていきます。オイルっぽい質感ですが、意外とこんな感じでカラーもしっかりと乗ってくれます。ほんのりと内側から発色するような感じがとても可愛いです。はい、デューイベアブラッシュ04番のアプリコットネクターはこんな感じです。かなりしっとりとしているオイル質感なので、頬の乾燥が気になるという方にもすごく使いやすいと思います。近くで見てもこんな感じでしっとりとフィットしてくれている感じがとても綺麗です。強いパール感やラメなどのきらめきではなく、オイルのツヤが出てくれるタイプです。アプリコットカラーですが、そこまで黄みが強すぎないので、柔らかくて可愛らしい印象も残してくれます。顔を動かすとこのオイルのツヤがとても綺麗ですね。では反対側 EX05 番を塗っていきます。EX05 はこんな感じでかなり鮮やかなピンクですね。こちらも発色がしっかりとしています。はい、EX05 番はこんな感じです。こちらもかなり発色がいいタイプで、鮮やかで明るいピンクカラーが乗りますが、顔を動かすとこんな感じで、意外とオイルのツヤ感でカラーが強く出過ぎている感じには見えないタイプです。一気に透明感がアップするような、少し青みを感じるようなピンクカラーです。EX04 番と EX05 番、それぞれ引きで見るとこんな感じです。顔を動かすとこのオイルのツヤがとても綺麗ですよね。ただオイルベースですが、しっかりと指で肌になじませていくとペタペタしてしまう感じはなく、スッと肌に馴染んでくれているので、マスクなどをして摩擦による崩れが気になるという時以外には、上からパウダーなどは塗らずにこのままでも快適に過ごせるんじゃないかなと思いました。ではここからは今回のコレクションを使ったメイクルックを2パターンご紹介していきます。まず1つ目はこちら、アイカラーレーションの EX30 番とフラッシュクリエイターの EX10 番、そしてデューイベアブラッシュの EX04 番を使ったメイクです。まず C のカラーを指に取ってアイホール全体に入れていきます。EX30 番のパレットはどのカラーをメインに持ってきても可愛いと思いましたが、この C のカラーのパープルベースにグリーンの透明感を感じるところがとても絶妙だったので、今回はこのカラーをメインに使っていきたいと思います。続いて B のカラーを指に取って上まぶたの目を開けた時にカラーが見える位置まで重ねていきます。
ベースに塗っている C のカラーにもグリーンのパールを感じるので、この2色とても相性がいいと思います。両方とも透明感と夏らしさがあってすごく可愛いですよね。続いて A のカラーを指に取って、上まぶたの黒目の中心にラメを散らばせていきます。付属のチップの細い面に D のカラーを取って下まぶた全体に塗っていきます。続いてフラッシュクリエイターの10番を使って目尻3分の1に跳ね上げラインとして描いていきます。最後にデュイベアブラシの04番を少し広めの範囲に薄く入れていきます。はい、こんな感じでまず1つ目のメイクルックが完成しました。アイカラーレーションの EX30 番は全体的にシアーな発色だったので、イエロー、グリーン、パープルの3色を上まぶたに使いましたが、重ねてもこんな感じで全然派手すぎることもなく、それぞれのパールやラメ感が合わさってとても可愛い仕上がりになりました。上まぶたに締め色を使わなかった分、下まぶたにしっかりとカラーを入れたのと、目尻に深みを感じるアイライナーを使って自然な引き締め効果もつけてみました。チークの柔らかいツヤ感とも相性抜群ですよね。全体的にシアーなカラーなので、カラーメイクをしたいけれどしっかりとカラーが出てしまうアイシャドウだと子供っぽくなってしまうので、カラーメイクになかなか挑戦できないなという方にもぜひチェックしていただきたいパレットです。では続いて2パターン目のメイクルックです。アイカラーレーションの EX31 番アクアリフレクションとフラッシュクリエイターの EX11 番スターフィッシュ、そしてデューイベアブラッシュの05番ピンクレモネードを使っていきます。まずはアイカラーレーションの EX31 番 C のカラーを指に取ってアイホール全体に塗っていきます。この C のカラーのグレイッシュなブルーがとても大人っぽくて素敵だなと思いました。しっかりとアイホール全体にのせていきます。続いて A のカラーを指に取って上から全体的に重ねていきます。この A のカラーを重ねることでブルーのラメの透明感が増していきます。続いて D のカラーを指に取って目尻3分の1に締め色として塗っていきます。このブルーとモーブブラウンの相性もとてもいいですね。付属のチップの太い面に B のカラーを取って下まぶた全体に塗った後、付属のチップの細い面に A のカラーを取ってまつげの際にラメをのせていきます。フラッシュクリエイターの EX11 番を目尻にのみ細く跳ね上げラインを描いていきます。そして最後デュイベアブラシの EX05 番をチークとして塗っていきます。はい、2パターン目のメイクルックはこんな感じで完成しました。グレイッシュなブルーに A のカラーを重ねることで角度によって立体感を出してくれるのと、締め色に使った D のモーブブラウンがブルーとの相性も抜群で EX31 番のパレットだけでも大人っぽくて上品なアイメイクに仕上がっています。レッドのアイライナーをポイントで入れることで夏のカラーメイク感が足されるので、少しだけ冒険して
夏のカラーメイクを楽しみたいという時にもぴったりです。全体的に上品なイメージにまとまったかなと思います。はい、ではこんな感じで4月8日先行発売、5月19日全国発売のルナソルサマーコレクション2023パラダイスラグーンから数量限定色のアイシャドウ2色とアイライナー、そしてリキッドタイプのチークをご紹介していきました。今回夏らしくてかなり華やかなイメージだったので、見た目はものすごく可愛いですが、色合わせは少し難しいかなと感じた方も多いと思いますが、EX30 は全体的にシアーな発色なのとパールやラメのきらめきがとても綺麗で、 EX31 番は大人っぽくて上品なくすみ感と透明感があるカラーだったので、どちらも夏らしさもありつつ派手になりすぎなくて大人のカラーメイクにぴったりなアイシャドウだったなと思います。アイライナーやチークもアイシャドウと組み合わせることでより顔全体のイメージをまとめてくれました。全国発売は5月19日とかなり先になりますが、今回ご紹介したアイテムは全て数量限定品となっておりますので、気になっている方は予約の情報などぜひお早めにチェックしてみてください。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。